こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらの耳当て付きのニット帽をご紹介したいと思います。すごく可愛くできたなと思ってて、もうすごい自信作なんですけど、まずこの引き上げ編みですね。引き上げ編みで、このつばの部分を3本見え。ここは全部1、2、3、4、5、6本。6目あるんですけど、で、これを6目2本ずつで3本でカウントしてます。で、ここは1、2、3、4、5本。この太いところがアクセントになっていて、前と後ろ中心とこの横に全部で4本。1、2、3、4本入ってる感じのデザインになってます。すごくね、シンプルな見た目なんですけど、かなりこうギュッと目が詰まって編まれてるので、なんか結構しっかりと高級感のある作品に仕上がったなと思ってます。なんか安見えしないというか高見えする作品に仕上がってます。そしてこの耳当て部分もね、このコマ編みで減らし目をしながらリボンにも全部つなげて編みました。タグとかつけてみたりして。かわいい。そう、こんな感じで編んでます。で、まだまだ寒い時期も続くので、こちらは、浜中さんの浜中そのものアルパカウール並太っていう糸で編みました。アルパカとウールの糸で結構ポカポカ、耳までポカポカして、ね、これからちょっと寒波が来るみたいなニュースもあったので、今からの季節にもすごくぴったし。で、また色もすごく白、私は白で編んだんですけど、柔らかい色だと白とか黒とかで編まれたら、別に来年も再来年もずっと使えると思いますし、いいのではないかなと思っております。まだまだね、ほんと、今日もなんか朝も寒かったですし、ちょっとね、まだまだぬくぬくしたいなと思っております。こんな感じで。はい。じゃあ、その後、動画が始まる前に、まずチャプターですね。動画のチャプターだったりとか、あと、糸の詳細。何グラム使ったとか、何玉使ったとか、どこで買ったよとか、そういう詳細だったり、あとは SNS の URL やオンラインショップの URL。私、このアミズもオンラインストアで販売しているので、オンラインショップの URL なども、概要欄に記載してあるので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんの毛糸です。浜中そのものアルパカウール並太という糸で、ウールが 60%、アルパカが 40% の糸になっております。お色は61番のこのアイボリーの糸を使っていきます。使用する針はこちらの6号針を使用します。まずはこのニットキャップのこの折り返しの部分から編んでいきます。ここが作り目でこうですね、こういう風に編んでいきます。もうこの段階ちょっと頭のサイズを確認するためにもここまで編んでしまっているので、この折り返しの部分はちょっと小さくしたミニチュアサイズで編み方の説明をしていきたいと思います。図案はこちらです。ここから編み始めます。鎖編み110目でまず作り目をします。それでは作り目を編んでいきます。糸をこのように持って糸の下に針を置きます。そしてくるっと回して針に糸をかけて輪に通します。これで鎖編みを編む準備ができました。ここから110目編んでいってください。作り目が編み終わりました。この段階で110目あるか数えていただけたらと思います。そしたら今私はこれ44目編んでますね。はい、そしたらこれを輪にします。この輪にする時にねじれないようにちゃんとこの鎖の目を見て、この1目目に針を入れます。針を入れて鎖1本と裏山をすくって、ここで引き抜き編みをします。針に糸をかけて引き出して、そのままこの輪っかの中に輪を通します。これで引き抜き編みができて作り目の完成です。そしたらここから編んでいくんですが、1段目2段目3段目すべてコマ編みを編んでいきます。まず1段目ですね、立ち上がり鎖編みを1目編みます。
そしたら先ほど引き抜き編みをした鎖編みの1目めにもう一回針を入れて細編みを編むのですが、こちらの、通常はこのように針を入れるのですが、裏山を拾っていきたいと思います。くるっと裏返して裏山だけを拾って、こんな風に裏山の1本だけですね、拾って細編みを編みます。この表から見えるこれが表の鎖の2本で、この裏にあるこの糸が裏山です。これを拾って110目編みます。ぐるっと一周編み終わりました。そしたら1目めの頭の鎖に針を入れて、ここで引き抜き編み、はい、これで1段目が編めました。そしたら2段目3段目細編みをしていきます。増減なしで110目、このようにして細編みを3段目まで編んでいきたいと思います。はい、3段目まで細編みが編み終わりました。こんな感じになってます。次4段目を編んでいきます。1、2、3、4段目。ここですね。4段目は細編みと長編みの表引き上げ編みを繰り返していきます。表引き上げ編みは前々段のこの細編みの足を拾って編んでいきます。細編み2目、表引き上げ編みの長編みを2目、細編み1目、長編み引き上げ編みを2目、細編み引き上げ編みを2目、そして細編みの3目編み。このピンクの編みがけされているこの11目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11目2段で1模様となっています。これを繰り返していきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目、そして細編みを2目編みます。そしたら表引き上げ編みを前々段の細編みの足をすくって編みます。針に糸をかけて前々段の細編みの足をすくって長編みの表引き上げ、針に糸をかけて前々段の細編みの足、そして1、2目、その次の目に細編みを1目、これをあと2回繰り返します。引き上げ編み、引き上げ編み、細編み、引き上げ編み、引き上げ編み、こんな感じで引き上げ編みができました。そしたら次は細編みを3目、はい、こんな感じでここの部分を繰り返してぐるっと編んでいきます。ちなみにこの部分を10回リピートします。4段目編み終わりました。こんな感じになってます。そしたら5段目はここですね。すべての目に細編みを編み入れます。そしたら5段目ですね。すべての目に細編み。この引き上げ編みのところも頭の鎖をすくって細編み。こんな風に細編みを編みます。はい、5段目編み終わりました。それでは次6段目です。6段目以降のこの偶数段に当たるとこですね。ここ6段目、6段目、6、8、10とこの偶数段に当たるところが長編みの表引き上げ編みを編む段です。とこの
6段目以降の表引き上げ編みは前々段の表引き上げ編みの長編みですね、足をすくって編んでいきます。そしてこの図案、基本的にこのコマ編みだけ編む段とコマ編みと長編みの表引き上げ編みを編む段を交互に繰り返しています。11目2段で1模様となっています。それでは6段目編んでいきます。まずは立ち上がり鎖1目、そしてコマ編みを2目編みます。そしてこの4段目は表引き上げ編みを前々段のコマ編みの足に入れたのですが、この段以降は前々段の長編みの足を拾って表引き上げ編みをします。こんな風に長編みの前々段の足を拾っていきます。もうそっくりそのままこの足の部分を拾う感じです。こんな感じで全部で16段目までですね、編んでいきます。16段目まで編んだものがこちらになります。これがこのニット帽の折り返しの部分でこんな風になって、ここに頭が入る部分ができてきます。はい、そしたら次は17段目を編んでいきます。17段目は、コマ編みを編んでいくのですが、前段の頭の鎖を半目拾って筋編みをしていきます。コマ編みも長編みも同様に筋編みをします。そしたらここで一旦くるっと裏返します。裏返してこっち向きに編んでいきます。こうやってみるとこっち向きですね。この帽子が全部編むとここに今表が出てくると仮定してこういう風に編みます。そしてここを折り返してかぶります。なのでこのまま柄を編んでいくと、帽子のこの頭にかぶる部分が裏返しになってしまうんですね。なのでこれをくるっと裏返して反対側に向かって編んでいきます。編み方は基本的に同じです。すべての目にコマ編みを編みます。コマ編みの筋編みを編みます。まず立ち上がり鎖編み1目をします。そしたらこの鎖編みここに前段のコマ編みと長編みの引き上げ編みの鎖の目があると思うのですが、半目手前の1本拾ってコマ、これが筋編みです。手前の1本拾ってコマ、はい、こんな風にして編むと表から見るとここにこう筋が1本出てるように見えます。ここをこんな風に折り返してかぶりたいと思っています。これをすべての目に編み入れていきます。110目コマ編みの筋編みを編んでいきます。17段目編み終わりました。こんな感じですね。筋が1本出てます。それでは次18段目を編みます。次18段目もコマ編みを編んでいきます。コマ編みを104目編みます。6目減目します。だいたい均等になるように減らし目の位置をこのように配置してます。絶対ここっていう厳密な位置はないので、ざっくりと6目減らせるように、減目していきたいと思います。
それではこのまま裏を見ながら編んでいきます。1目に対して1目細編みを編みます。はい、そしたらここで減らし目をします。これ減らし目なんですかね、減目なんですかね、どういう読み方がちょっとわからないんですが、もしわかる方いたらコメントで教えてくれると嬉しいです。それでは減らし目2目一度をします。細編みの2目一度ですね。針を前段の細編みの頭にこのように入れて糸をかけて引き出す。そしてもう一度隣ですね。この先ほど針を入れたところ、その隣の目にも針を入れて糸を引き出します。そしてこの3本を一気に引き抜く。これで2目一度で減らし目ができました。こんな感じで6箇所減らし目を入れていきます。18段目編み終わりました。こんな感じで減らし目をしたところに印をつけてるんですが、6箇所減らし目をしています。そしたら次18、19段目ですね。19段目ここです。この19段目すべての目に細編みを編みます。19、20細編みを編んでいきます。19段目、20段目、ここから先は増減なしです。増減なしで104目細編みを編みます。はい、20段目まで編み終わりました。こんな感じに編めていて、こんな風になりますね。はい、それでは次21段目編みます。それでは図案は基本的に編み方はここで帽子のこの折り返しの部分で編んだのとも編み方は同じです。この細編みの目数と引き上げ編みの目数がちょっと違うだけで編み方は一緒です。18、19、20、21段目。21段目は前々段の細編みの足をすくって編みます。そして21、20、23段目以降は前々段の長編みの足をそっくり拾って引き上げ編みを編んでいくという形になります。そして、この表引き上げ編み2目をこの折り返しの部分では3回繰り返したのですが、この帽子のかぶる部分は5回繰り返します。そして間に細編みが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目ですね。1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12目間に入るという風になっています。まずは最初立ち上がり鎖編み1目、そして細編みを1、2、3、4、5、6目、そして表引き上げ編みを2目、細編み引き上げ編み2目、細編み、そして細編み10という風に繰り返します。そしてこの図案はここの部分が4回繰り返されている形になっています。編み方は同じですが一旦編んでみようと思います。21段目細編みをまず6目ですね。3、4、5、6目、1、2、3、4、5、6目。そしたら引き上げ編みを前々段の細編みの足をすくって引き上げ編みを2目、そして細編みを1目、そしてまた引き上げ編み、
細編み、引き上げ編み、細編み、はい、12345回ですね。引き上げ編み2目を5回リピートしました。そしたらここから12目という風に図案通りに編んでいきたいと思います。次の段は全部細編み、そしてその次の段はこの前々段の今編んだこの引き上げ編みの足をすくって引き上げ編みを編むという風に編んでいきたいと思います。全部で50段目まで編み終わりました。50段目はこの細編みの列ですね。ここで終わってます。こちらが図案ですね。この50段目、この細編みの段で終わってます。51段目から先は減らし目をしながら編んでいきます。こちらの図案はこの図案の通りにこの長編みで引き上げる場所が1、2、3、4箇所あります。その間になるここの部分ですね。ここの部分を減らし目しながら三角形の上の方を閉じていくような感じで編んでいきます。そしてちょっとここの図案で説明していきたいと思います。51段目、54段目、57段目、60段目、63段目、64、65段目ですね。で、減らし目をします。こんな風にこの長編みの引き上げ編みのその隣の目がこの2目一度で減っていくような感じになっています。2目一度で減らし目をする方法は編みながらご説明していきます。それでは51段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目。ではまず細編みを1、2、3、4目します。そしたら次ここの目ですね。ここの2目を2目一度します。まずこの1目目に針を入れて糸をかけて引き出します。そしてまたさらに隣の目にも針を入れて糸をかけて引き出す。今針に3本糸がかかってると思います。そうしたらまた針に糸をかけてこの3本を一気に引き抜きます。これで2目一度ができました。そしたらこの後は図案通りに編んでいきます。この長編みの引き上げ編みまで編めました。そしたら次またこの端の2目と端の2目を2目一度します。糸をかけて引き出す、糸をかけて引き出す。そして3本同時に引き抜く。そしてその後は細編み。そしたら今次のこの2目ですね。この2目を2目一度する。はい、そしたらここからここの間が1、2、2目減ったような形になります。これをすべての三角形の部分で減らし目をしていきます。51段目減らし目をしながら編み終わりました。そしたら52段目、53段目は増減なしで、編んでいきます。そしたらこの図案通りにこの64段目までですね、減らし目をしながら編んでいきたいと思います。54、57、60、63で減らし目、それ以外は増減なしで図案通りに編みます。64段目まで編み終わりました。減らし目をしながら編んだのでこういう丸い形になっています。この矢印のとこまでですね、64段目まで編みました。
でここまで編んだところ、少しなんか頭の長さが足りなかったので、少しこの上の方に図案を追加しました。64段目、次65段目ですね。65段目、増減なしで編みます。そして66段目で、1目移動して、ここから立ち上がって、この細編みを編みます。そして最後に、この2目一度ですね。ここは通常通り2目一度。まず65段目まで編んで、66段目を説明したいと思います。はい、65段目も編み終わりました。そしたら66段目を説明していきます。はい、そしたら66段目以降は、ここに今細編みが1目、ここに細編みが1目あって、ちょうどここの端の部分をまたいじゃってるんですね。ここを2目、最後に2目一度したいので、ここの長編みの頭のこの鎖まで移動してから、編み始めて、ここ最後2目一度して減らし目をするという風に編んでいきます。ここ移動して編んでいったら、ここ細編み2目あるところを2目一度して減らし目、また減らし目という風に編んでいきます。そしたらまずは引き抜き編みでここまで移動します。ここからこんな風に針を入れて糸を引き抜きます。これで編み始める準備ができました。そしたらここで立ち上がり鎖編み1目。そしたらこの段は増減なしで、この段は細編みですね。細編みを編んでいって2目一度の部分で減らし目をします。ここまで編みました。そしたらここにある細編みを2目拾って2目一度して減らし目をします。そしてまた細編み、このようにして一番最後までぐるっと編んでいきたいと思います。ここまで編んできました。そしたら最後、ここ真ん中剥がれてる場所で、ここに見えてるのが引き抜き編みをした目ですね。で本当の細編みの目はここにあります。なのでこの最後の細編みとここの細編みを拾って2目一度します。そしてここですね。ここに引き抜き編みをして閉じます。こんな風になります。ちょっとここがごちゃっとして分かりづらいので、なんか印リングなどつけながら編んでいって、目数が顔狂わないようにするといいかなと思います。そしたら今66段目が編めたので、67段目以降増減なしで編んでいきます。そしてこの67段目以降ですね、今ここに移動してきてるので、すぐにここの長編みを編み始め、引き上げ編みですね、長編みを引き上げ編みを編み始めていきます。それでは67段目編みます。立ち上がり鎖編み1目を編みます。そして長編みの表引き上げ編みを編みます。こんな風になります。そしてまた表引き上げ編み、そしたら次は細編み、ここからは通常通りに増減なしですね。こんな風に編んでいきます。そしてぐるっと編めて細編みを1目編んだら、この長編みのここに針を入れて引き抜き編みをして段を閉じるという風に編んでいきます。ここまで編んだら最後細編みを1目して引き抜き編みをしてこの段を閉じます。はい、こんな風になります。そしたらここから図案通りに増減なしで編んでいきたいと思います。ここから先の段数は、希望の高さですね、帽子の高さになる段を編んでいただけたらと思います。ちょっと今回本当だったらここの段をここの
50段目ぐらいまでの間に本当は入れるべきなんですけど、思ったよりちょっと寸法が短くなってしまったので、私はここに足しています。そんなに問題はないかなとは思うのですが、だいたいここの分で3、4センチぐらいですかね、足している感じになります。それでは編んでいきます。はい、73段目まで編みました。今のサイズですね。今のこの裏表切り替えたところから約23センチになっています。で、こんな感じで折り返して、ちょっとここがねふわっとなるんですが、折り返すと22センチぐらいですね。それではこの上の部分を閉じていきます。図案はこんな感じ、73段目までで編み終わってます。それではこの糸を一旦カットします。この頭のてっぺんを2周ぐらいできるぐらいの糸を残して、チョキンとカット。そして最後のこの輪に通してキュッと引き締めます。そしたら表裏こんな感じで裏返します。そしてこの余った糸にとじ針をつけます。はい、これで閉じていきます。そしたらこの鎖編み、編んだ目のこの頭の鎖がこんな風に出てると思うのですが、これを一目飛ばしながらこんな感じでぐるっと一周拾っていきたいと思います。一周こんな感じでぐるっと縫ってきました。そしたら今度は拾わなかった目の鎖編みをの向こう側の一本を拾いたいと思います。こんな感じでこんな感じで向こう側を一本拾っていきます。内側も一周しました。そしたら今ここにぐるっと2周してるんですね。でここが1周目の終わりのとこで、ここからこの内側を拾ってるんですが、これを拾って全部引き締めようとするとちょっと難しいかと思うので、まずはこの1周目の終わりの方から引っ張ってギュッと1回引き締めます。そしてこの針についてる方をギュッと引っ張って引き締めます。そしたらこんな感じでギュッと引き締まれました。そしたらここがちょっと穴が開いちゃってるので、ここを最後に縫ってよりギュッと引き締めたいと思います。あまり表に響かないように
こんな感じで綺麗に閉じることができました。こんな感じで帽子の部分ができました。耳当てつけなくていいなって感じの場合はここで完成ですね。糸処理は後でします。で次はここから耳当ての部分を作っていきます。こちらが耳当ての部分の図案になっています。作り目を22目してから16段目まで増減なしで平編みで編んでいきます。作り目が22目できました。そしたらここから通常の、細編みを編んでいきます。作り目の鎖の鎖1本と裏山を拾って細編みを22目します。1段目22目編めました。そしたら立ち上がり鎖1目でまた前段の目に1目に対して1目細編みを編み入れていきます。これを16段目まで編んでいきます。16段目まで編み終わりました。そしたらここからは図案通り減らし目をして、そこから減らし目をした後そのまままっすぐに増減なしで紐の部分ですね編んでいきます。図案はこんな風になっています。今16段目まで編めていて17段目から減らし目をします。17段目減らし目、18、19減らし目なし、20減らし目、21段目減らし目なしという風にちょっと図案をよく見ながら減らし目をする位置など確認しながら編んでいきます。それでは編んでいきます。まず立ち上がり1目、17段目ですね。まず細編みを1目編みます。そしたら次2目一度です。針を入れて糸を引き出す、針を入れて糸を引き出す、そして2目一度編む。そこからは細編み。帽子の部分の頭に向かって小さくなっていくと思うのですが、そこで下2目一度とやり方は同じです。はい、こんな感じで17段目が編み終わりました。それではここから83段目までですね、一気に編んでいきたいと思います。図案にミスがあったので修正しました。この25段目だったり、あとこの途中も1箇所ミスがあったので修正しています。なので減らし目の位置や目数など確認しながら編み進めていってください。耳当てが完成しました。全部編んでアイロンでしっかりくるくる、ここが編むとくるくるっとなるのでくるくるならないようにアイロンでスチームを当てて形を整えてます。それではこれを今度帽子につけていきます。この帽子のデザインはこの引き上げ編みをしたここが中心とちょうどサイドに来るように頭が4分割されるみたいな感じで配置していきます。そしてこの剥ぎ合わせてる部分、ここを後ろになるようにします。なのでこっちが前ですね。そしてここにこんな風に耳当てがつきます。そして耳当てをつける位置、この引き上げ編みのこの引き上げ編みされた細編みのここに微妙に段が見えてると思うのですが、この4段目4段目のところにこんな風につけます。そしてこっちが前側なのですが、前側よりちょっと後ろ側にした方が耳にフィットするので、ちょうどこの引き上げ編みが5個あると思うのですが、ここからこんな風に縫い付けていこうと思います。取り外しができるようにしたかったりする方はスナップなどで
ここにつけてあげるといいかなと思います。それでは縫い付けていきます。表に響かないように気をつけながら縫っていきます。縫い付けました。そしたらこれを裏返します。そうすると、はい、これで耳当て付きのニット帽完成です。それではサイズです。今この中測ったんですが、頭の中頭周りは58センチになります。あんまりこの仕様的に編み方的にそんなに伸びるサイズではないので、もし大きくしたいって方は、ご自身でちょっとアレンジしていただけたらなと思います。私的、58センチが平均的なサイズかな。58センチか多分62センチぐらいの頭の方まではいけるかなと思います。そして高さは22センチですね。はい、あと耳当ての長さも耳当ての長さが39センチになっています。はい、重さです。195グラムですね。1玉40グラムなので約5玉で完成します。いかがだったでしょうか？こんな感じですね。結構ギュギュッと目の詰まった作品です。そしてね、後ろのここにはぎ目が来てる感じの作品になっています。ぜひぜひこの寒い冬のお供に、まだまだ春はもうちょっと先になりそうなので、ぜひぜひお供に編んでみてください。見た目よりはね、すごく簡単に編めます。編み方はすごくシンプルなので、簡単に編めるので、もしよかったら見てみてください。はい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。